こんにちは。おもちゃのリサイクルショップトイプラネット伊勢崎店さんでお買い物する動画のこの動画ね、総集編という感じでやりたいと思います。この日ね、いろんなコーナー、今だったらスーパー戦隊コーナーにいるんですけど、他にも仮面ライダーやウルトラマン、ドラゴンボール、ポケモンコーナー、ね、あと100円コーナーとか、フィギュアコーナーとか、トレフィコーナーとか、いろいろね、巡ってる動画をいつもね、カテゴリーごとというかね、特撮の仮面ライダーなら仮面ライダーみたいな感じでやってるのですが、今回はね、もう一気見できるように、総集編にしてみました。プラス、いつもサブチャンネルの方では、BGM をつけただけの総集編動画アップしてるんですよ。だけど、ちょっとね、それは海外向けにね、なんか言葉が逆にない方がいいかなと思ってやってたんですけど、今回はちょっと、お試しというか、ちょっとね、このメインチャンネルの方で、昔やったこともあるんだけど、総集編動画、ナレーションを新たにこの今みたいにね、撮り直して、お届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。と言いつつ、もうすでにね、スーパー戦隊コーナーのお買い物が進んでるわけですが、もうね、今、レンジャーキーのコーナーに来ましたね。ここね、どれでも1個100円のコーナーです。下の箱はだいたい1個100円かな、キーアイテムとか。ゴーバスターズ。でもレンジャーキーの中にもちょっとレアなやつあるみたい。なんかね、僕が調べた限りね、こう左右の色が違う系のやつ、クリスマスとか赤、緑みたいな。そういうのが割とレアみたいですね。中にはあるというね。かなり少ないけどね。当たり前か。少ないからレアか。ここら辺はドンブラザーズとかゼンカイジャーで、こちら竜奏者、竜奏者は最初の何話とあと最終回近辺だけ見たっていうね。最終回も見ました。いいとこだけ見た感じ。そんなこともないか。途中が面白いんだよね。一番やっぱね、戦隊で面白くなるのは、やっぱ追加戦士が登場する前後ぐらいが面白いっすね。あとはやっぱラストの方の佳境になってくる感じ。もう敵幹部も倒し始めてくる頃とか。戦隊でもね、なんかパターンがあって、徐々に敵幹部を倒していって最後にボスを倒すパターンと、それが多いかな。あとはなんか敵がどんどん強くなってこっちもどんどん強くなって最後に総力戦みたいな、パターンもなくはないんですけど、でもやっぱこう考えられるのはやっぱり幹部は徐々に倒していく感じだよね。1話ずつで最後にラスボスと戦うみたいなね。あとなんかラスボスなんか後半から登場みたいなのありますよね。例えば激レンジャーとか。リオがラスボスになるかと思いきや、リオは言っちゃっていいのかな、ネタバレだけど、もう激レンジャー古いからいいでしょ。もうみんな見てるでしょ。リオはね、正義側に光落ちですよね。正義側に戻ってきて死んじゃうけどね。大体戦隊はなんか元悪かったやつがいいやつになると死ぬイメージありますね。でそうだね、リオもメレも正義側になって、総力戦ってわけにはいかなかったけど、途中から出てきたロンっていう、無敵のやつがいるの強いんだよな。ロンが戦隊の敵史上最強かなと思ってたんだけど、よく考えたら絶対倒せないからね。封印するっていう倒し方しか結局できなかったじゃん。でもその後の激レンジャーの次の戦隊ってゴーオンジャーなんですけど、ゴーオンジャーって激レンジャーと違って、なんていうのかな、鍛えて強くなるパターンじゃなくて、もう不思議な力でもうめちゃくちゃ強いみたいな。特にエンジンを G12 とかになるともうわけわかんなくなるんだけど、だからそのゴーンジャーと協力した時、確かあれ倒しましたよね。リオじゃない、ロンが復活して、リオメレも復活したしね。でゴーンウィングスとかもいる状態だけど倒せたよね。確か倒せたのみたいな。確か倒した気がするんだよな。一回ね、封印が解かれて復活しちゃうんだけど、封印が解かれたんだっけど、なんかで復活するんだよね、とにかく。ゴーンジャーやっぱ強いなっていう。戦隊ってさ、リアルな戦隊、例えばメガレンジャーだったりね、あとあとなんだろうな、リアルな戦隊、銀河マンとかもそうかな。であとオーレンジャーだったり激レンジャーとか、そうだね、デカレンジャーとかもそうなのかな。リアルに現実味がある力で戦う戦隊と、あと例えばゴセージャーとか
カーレンジャーとか、まあゴーンジャーとかもそうだけど、そういうなんていうのかな、もうなんか普通凡人には理解不能な力で戦うみたいな。例えばカーレンジャーだったらクルマジックパワーとかさ、ゴセイジャーもなんかもうマジレンジャーとかもそうだけど、そういうなんていうのかな、鍛えて強くなった力を上回る魔法とかさ、なんか神秘の力みたいなのってあるじゃないですか。やっぱそっち系の戦隊ってやっぱ強いよね。ただなんか僕がなんかまとめサイトじゃなんかサイトで見たスーパー戦隊でどの戦隊一番強いのみたいな。まあ最近のに言っちゃうとまあゴーカイジャーとかもずるいけど、例えば銀河マンとかって意外と強いんじゃない、意外とっていうか普通に強いんじゃないかみたいな話あって、ちょうど出てきたけど、これカーレンジャーだね。そう、銀河マンはなんかもうなんていうのかな、先祖代々バルバンに備えて鍛えてきてるから強いみたいな。変身しなくても例えば炎のたてがみとか言って手のひらから炎を出せたり、そういうのがあるからやっぱ銀河マン強いよねみたいな。そうやっぱ備えてきてるから、例えばなんだろうな、その前の戦隊のメガレンジャーなんてそこら辺の高校生が偶然ちょっとね訳あってまあメガレンジャーになるって感じだから、そういうポットでと違うなっていう、選ばれし者だったりする。メガレンジャーって選ばれし者でも何でもないからね。その場に居合わせたってだけ、本当に。まあメガレットは多少あるんだけど、でまあ、メガレットも別に結局選ばれなかったし、他のメンバーを本当に居合わせただけなのよ。うん。だから、選ばれし者じゃないんだよね。そういう戦隊とかと比べ、やっぱね、メガレンジャー僕一番好きなんですけど、やっぱ弱いんですよ、メガレンジャーって。なんでかっていうと、科学力で戦う戦隊だから、そりゃもう勝てないよ、聖獣なんていうわけわかんないのと戦ってる人たちに比べたら。銀河王とかさ、超強いじゃん。なんかね、メガレンジャー対銀河マン対メガレンジャーか。の時に、メガレンジャーとかが、こう、ロボで敵を抑えてるんだよ。でもなんでかっていうと、銀河マンは聖獣たちが地球がバリア張られちゃって、地球に戻ってこれないんだよ。だから銀河マンたちは戦力がないんだよね。そう。でも戻ってきた途端に圧勝するからね。もうレベルが違うんだとか思って。それそうだね。聖獣って何って話じゃん。獣。それにただの科学力だからね。現在の科学力しかも。タイムレンジャーとかの未来の科学力でもなければ、オーレンジャーはオーレンジャーでさ、まあ現在の軍隊の、まあ、科学力だよね。軍力とかで戦うんだろうけど、ただ超力っていうさ、古代の謎の神秘の力を結局使うから、まあそういう意味でもやっぱ、強いよね。そう考えるとやっぱね、最弱戦隊、意外とカーレンジャーとかと思う人いるかもしれないけど、カーレンジャーは別にクルマジックパワーっていう宇宙のスペシャルな力使ってるからね。ただ、なんていうのかな、タイムレンジャーとかデカレンジャーが、なんでもない通常の1話で倒すような相手がカーレンジャーのラスボスなのは間違いないんだよね。強さで言うと暴走皇帝エグゾスってそんな強くないよ多分。なんかその感じ。もっと言えばメガレンジャーのラスボスのドクターヒネラーとかも言ってもだと思うよ多分他の戦隊に比べると。なんか星一つ征服できないような、星一つ破壊できないような、敵王がラスボスになってる感じなんだよね。逆に言うともう星いくつも破壊してきました。次は地球だみたいなやつと戦う人の戦隊の方が大変なのかなって感じ。さあ、ということでね、仮面ライダーコーナーに今度来ましたね。仮面ライダーおもちゃコーナーです。はい。今ね、戦隊の話してたんだけど、次ちょっと仮面ライダーの話になるんだけどね、僕ね、やっぱりちっちゃい頃仮面ライダーやってなかった世代なんだよね。もしかしたらそのビデオだけとかではあったのかな、どうなんだろうかもしれないけど、僕ね、メガレンジャーから見始めて、タイムレンジャーぐらいの頃に、仮面ライダークーガ、平成ライダーの1号ですよね。クーガが始まって、俺はあれ知らなかったんだけど、お父さんが、これ絶対見た方がいいよって言われて、クーガ見始めたんですよ。当時前はちゃんと見てたんだけど、今思えばよく見てたな、子供がっていう。子供が見れる感じともちょっと違うんだよね、クーガって。でもかっこよかった。一番クーガでやっぱかっこいいのは、なんだろうね。紫のフォームあるじゃん。あれに初めてなった時の無敵感がすごかったのと、あとやっぱ最後のなんか黒に金みたいな。あれ、すごいな。アルティメットフォームだっけなんかすごいかっこいいんだよね。
ペガサスフォームとかいろいろあるんだけど、クーガもやっぱり面白かったっすね、やっぱ当時。なんかね、完全にストーリーとかは理解できてないんだよ、ちっちゃかったから。でも面白かった。かっこよかった。あれいいよね。で、その後アギト見ましたね。アギトはやっぱり、アギトもかっこいいし、で、ギルスは野生的でかっこいいし、やっぱ G3 は G3 でかっこいい。一番かっこいいんだけど、僕的には。途中に G4 とかね、G3X とかなるんだけど、アギトはね、仮面ライダークーガは一人だったんだけど、ライダーが。今度3人ですごいね、多いなみたいな。多いなっていうか、その駆け引きとかやりとりとか、そういうのが楽しかったね。で、次が龍騎なんですよ。龍騎はまあライダーめっちゃ多いっていうね。もうどんどん新しいライダー出てきて、楽しい。新しいソフビ発売されて嬉しいみたいな。なんか昔ね、スーパーマーケットのお菓子コーナーでソフビ買ってたイメージあるんだよな。あの辺の世代。ただね、戦隊で言うとガオレンジャーからすごいプロポーション良くなったんですよ。ソフビが。で、仮面ライダーはクーガからもうかっこよかった気もする。アギロからだっけな。そう、なんかね、顔がね、昔丸っこかったんだけど、ソフビ。ガオレンジャーから細くなったんだよね、ちょっと。そこの違いですね。あと、ガオシルバーがソフビ化されたり、ローキがソフビ化されたりしてめっちゃ良かった。メガレンジャーはね、歪んでこそソフビ化されてるっていうのはいいけど、くねくねだったり、あとメガシルバーがソフビ化されてないね、未だに。いつかソフビ化してほしい。本当に。プレ版でもいいから。てか、プレ版しかないか。そう、歪んでもね、本当はバーニング歪んで、バーニング歪んで僕ね、歪んでのソフビいっぱい持ってて、色塗って、バーニング歪んで、作ったんですよ。赤のスプレーで塗って。で、あと、金と銀も作った。金閣、銀閣みたいな歪んでね。でも、くねくねはね、敵戦闘員なんですけど、ソフビ化されても、おかしくはなかったんだけど、なんでかというと、その前のカーレンジャーは、ボーゾックの、敵戦闘員ですよね。なんだっけ、くねくねじゃなくて。ワッパーだっけな。はソフビ化されてたんです。しかも何種類も色違いみたいな感じで。ねその後もね、それ以降もしばらく敵戦闘員はソフビ化されてないかな。銀河マンのバルバンのあいつらもされてないし。でも、次されたのアバレンジャーあたりだっけな。デカレンジャーかな。そこら辺のはね、ソフビ化されて結構ありますね。ちょうど仮面ライダーの話だけど。で、僕は龍騎まで見たんですよ。龍騎を映画館で見たんだけど、映画館とかでも見に行くぐらい好きだったんだけど、ただ龍騎もね、ラストまでは見てなかった気がする。ちょっとやっぱり重いからね、話がね。で、もう龍騎の次のファイズとかはもう全く見てないんですよ。で、大人になって、どっからかな、外務ぐらいからおもちゃに復活しだして、ちょっとこう、がっつりハマりだしたのはやっぱドライブとか、ゴーストあたりなのかな。でも、本編はね、その当時見てたんじゃなくて、結構その再放送を録画してみたり、今だったら TTFC とかと、やっぱね、昔お世話になってたのはやっぱりね、TTFC に入るまでは、東映特撮 YouTube オフィシャル、今でもやってますけど、にお世話になって、2話ずつとかちゃんと見てたな。一番がっつり最近見たのはやっぱり01の後にビルドか。セーバーはもうがっつり見たんだけど、ビルドかな、一番ちゃんと見たの。再放送を録画で一気見したから、ビルドね、面白かったね。で、やっぱ、ガイムとかも面白いし、ガイムは序盤しか見てないんだけど、そこら辺の面白さはね、一番面白かったな、全部のライダーで。01はすごい僕が好きな感じだし、キャラクターが好き。で、セーバーも悪くはないんだけど、やっぱセーバーね、人気が弱いのはわかる。おもちゃとかビジュアルとかも含めてね。そりゃそうでしょ。なんか、なんていうのかな、ちょっと谷間の期間だよね、みたいな。明らかに、ちょっと今回は外れてもいいや、みたいな感じだよねって感じ。ただ、01とかジオって絶対力入れてる感じするじゃん。ちょっと、今回はいいかなみたいな。例えば、ブレイドとかもそうなのかな、なんか僕的に勝手なイメージだけど。とか、キバとか。ちょっとさ、代表作にはならないよね、みたいな。人気作にはならないかな、みたいな感じあったな。だからメガレンジャーとか僕一番好きなんだけど、メガレンジャーも好きだけど、好
戦隊で一番好きな戦隊はメガレンジャーっていう人は多分少ないと思うんだよ。前の年のカーレンジャーとか銀河マンっていう人がいても、メガレンジャー、いるんだけどね、実際いるけどね、もちろん。いるけど、僕はメガレンジャーが一番好きなんだけど、メガレンジャーはちょっと確かに、ちょっと地味ではあるよね。地味っていうのかな、やっぱデカレンジャーとかさ、ゴーカイジャーとかさ、真剣ジャーとか、あと核レンジャーとか、派手系に比べるとちょっとね、地味ではあるよね。リバイアスもちょっと地味かなって感じです。ただね、地味か派手かって僕の好み的には地味な方が好きなんだけどね。派手じゃなくてもいいかなって感じ。別にどの戦隊もライダーもさ、ね、そのウルトラマンもそうだけど、その年にさ、もうプロがちゃんと作ってるわけじゃん。一生懸命全力で多分ね。そりゃ面白いよ。今回ね、ガッチャードってことでね、ライドケミーカードですよ。この特撮系の作品ってさ、その時の流行りを結構取り入れるじゃん。なんだろうな、マジレンジャーだったらハリー・ポッターが流行ってたり、ゴーカイジャーだったら、ワンピースが流行ってたり、トレンディードラマが流行ってたら、トレンディーなジェットマンとかね。そういうとこあるから面白いですよね。だから今年とかね、トレーディングカード、ポケカとか流行ってるから、ガッチャードのね、ライドケミーカードって感じで。この辺にもいっぱいありますね。これはただのね、ミニカーな。何のミニカー？スパイダーマンのミニカーかなと一瞬思ったんだけど、そういうわけでもなくて。で、やっぱさ、バイスタンプってさ、100円で売ってるとすごい、お買い得感あるよね。デラックス版じゃないのかもしれないけど、これとか食玩のね、サーベラのワンダーライドブック。ちゃんとこれ箱に入ってるのいいよね。コレクションしたい人とか、新品がいいよって人にもいいしね。で、カード系ね。ライドケミカード多いね。いずれ安売りする時期もあるだろうけど、物によっては後で値上がるみたいなね。こういうキーアイテムってそうじゃん。でも、大体安くなるけどね、いずれね。最近だとなんだろうな。例えば、ワンダーライドブックのトイザラス限定のやつとか、トイザラスで安売りしちゃってて、中古屋さんより新品が安いみたいな逆転現象が起きてましたよね。キラキラ。トイプラネットとかだとね、大体相場通りかなって感じもあるけどね。と言ってる間にね、ウルトラマンコーナーに今度は来ました。やっぱね、ウルトラマンソフビ多いですね。キーアイテムとかも最近のウルトラマンはあって、ウルトラマンでもね、武器も使えますし、変身というか、なんていうのかな、タイプチェンジめっちゃしますしね。これはグレートの、キーアイテムって言っても、レアなものもあるか、ガシャポンのレア枠とかね。最近あるのかな、どうなんだろう。ね、一つの筐体の、中に、一つの機械の中でパンパンに入った状態で1個しかないレア枠みたいな。そう、結構レアですよね。1回300円とかしたらなかなか引けないからね、そういうの。もう大変。マックス。でもね、最近僕もね、結構ガチャっていうかガシャポンというかやってて、特にディズニー系の可愛いのがあってね、よく回してますね、最近。ね、引きがいいとね、被らずとか、1回被りでコンプとかするんだけど、結構今ね、ガシャポンとか1回ね、400円ぐらいすんだよ。300円、400円とか。400円のガチャで、4回連続被るとか言ってもさ、結構きついよね。で、2個ちょっとそうでもないやつが出ちゃうとかさ、みたいな時結構ありますね。中古でね、ガチャガチャのフィギュアとか、単体で狙うとやっぱり、こういうリサイクルショップとかだとガチャポンのおもちゃ単体狙いって偶然見つけることは結構あるんですけど、欲しいものが絶対あるってことはなかなかないんで、あとね、メルカリとかで見るんですけど、やっぱそうするとね、ちょっとお高くなるじゃないですか。定価より高いってちょっときついよね。売る側からしてもね、送料手数料引いたら定価ぐらいになるんだろうけど、なかなかね、ポケットヒーローシリーズ。今日もね、ガシャポンオフィシャルショップっていうところに行って、
ディズニーキャラクターのホワイトのシリーズとかやりましたね。ベイマックスとか、オラフとかのやつなんだけど、ベイマックス狙いで、あとゼロ、あれのゼロ、なんだっけ、ナイトメアビフォークリスマスのゼロ、犬のお化けなんだけど、を狙って回してちゃんとゲットしてきました。オラフもゲットしちゃったんだけどね、オラフマリーがちょっと僕的には外れ枠でしたね。ちっちゃいしね、マリーちゃんがね。あと、オラフはもうマリーもやっぱいっぱい出てるからね、すでにね。フィギュアもぬいぐるみも何でも出てるから。ゼロはあんま出てないし、ベイマックスも割と少なめだし。今度ね、ベイマックスハッピーくじ出るっていうね。クグツベムスターだ。この肩の部分にね、ちょっと塗装がしてあるっていうね。昔オリジナルで作ったことありましたよ。そうね。このリング系結構かっこいいのあるんだよね。そうね、今回やっぱこのエスプレンダーだっけな。エスプレンダーなんだ。エスプレンダー。ウルトラマンガイアの変身アイテムなんですけど、これやっぱね、そこまでね、高く取引されてるものじゃなかったですね。プレ版のアイテムにしようとか思って、ウルトラレプリカだから。なんかね、こっちも安いなと思ったんだけど、やっぱり、この状態なら、このぐらいの値段で妥当なのかなっていう感じでしたね、調べてみたら。これはちょっと欲しい。アグルの方はね、バンドないからね、ちょっと腕につけられないんだけど、ガイアは別にいらないじゃん。ガイアーって手に持ってするだけだから。だから、ちょっと欲しいかな。当時物持ってるからいらないっちゃいらないけど、ウルトラレプリカってなんかプラス要素あるでしょ、多分。それがいいよね。そうだ、この動画さ、多分ね、なんだっけ、プレミア配信だっけ、プレミア公開だっけの機能久しぶりに使ってやろうかなと思ってて、使ってやろうかなって言い方変だな。使って公開しようかなと思ってて。もしかしたら今見てる人はプレミア公開で見てる方もいるのかなと思いますけど、どうなんでしょうね。プレミア配信した方がいいのかな。一応するけど長いからね。ちょっと試しにやってみようと思います。結構ね、まとめ動画のナレーション撮り大変なんですよ。小1時間というか1時間ちょっと喋り続けるっていうね。だから小分けにしてちょっと今ね、ナレーション撮ってます。カンタムロボだ。これ割と最近の UFO キャッチャーの景品なんですけど、かなりいいと思うね。カンタムは超合金もソフビも確か出てるよね。プレ版でソフビ出てるけど、やっぱりカンタムは超合金欲しいかな。で、怪獣シリマルダシはソフビが欲しいって感じ。これもね、ハッピーグジのラストワンショーなんだけど、すごい安いよね。なんでって感じ。その古いのがだからかな。あと、ミッキーフレンズだからかな。クロミちゃんの寝そべりクロミちゃん。最近こう見るとやっぱりクロミちゃんとか人気なんだなっていう、この量的に。あとやっぱカービィもやっぱ人気だってことに気づかれたらしくて、メーカーが最近結構出てるよね。あとパウパトとかはね、意外と人気あるし、馬系もこの前リサイクルショップ別のとこ行ったらすごいなんか高く売ってたぬいぐるみ。1万円弱で売ってたよ。最近のやつなのに。桃鉄もあったね。桃鉄面白かったな、最近の。超盛り上がったもん、ラスト。大逆転があってさ。盛り上がったね。神業ワンだ。なんとも言えない。で、プーさん、ロッツォ。プーさんもね、ちょっと出過ぎてる感はあるけどね。これちょっとなんかこだわりのあるクロミちゃんって感じ。マイメロディーとかシナモロール。やっぱロッツォ多いよな。ワドルディとハービーだ。もうなんか30周年らしいよね。なんか30周年みたいなの結構あるもんね。
最初のカービィのファミコンのゲームが出てから30周年なのかな。ピンクのゲームですね。で、今回のぬいぐるみで結構僕的に良かったのは、この遊戯王のブルーアイズホワイトドラゴンと海馬っていうね。これいいですね。ちょっとデフォルメッキーな感じで。トイ・ストーリーって今度5やるんだよね。確かね。っていう情報が入ってますけど。まあでも僕、ラジオでももう喋っちゃったからな。5あるらしいっすよね。みたいな。そう、ラジオもやってるんですよ。地元のコミュニティ FM で、本庄 FM っていうのがあるんですけど、そこでラジオ番組、冠番組ね、一番組持たせてもらってるんですよ。1時間番組。毎週金曜の午前11時からっていう、なかなかいい時間なんですよ。コミュニティ FM 結構みんなが聞いてくれる時間で持たせてもらってまして、もうね、1年以上、1年半ぐらいやってるのかな。そう、毎週やってるんですけど、生放送で。ぜひよかったらね、僕のツイッターとかで結構、話になしてたりするんで、飛んでみてもらえると嬉しいですね。見てもらうじゃない、聞いてもらえると嬉しいです。全国から無料アプリで聞くこともできるんで、その地元じゃなくてもね、本庄市じゃなくても全然聞けるんで、それで全世界で聞けるんで、アプリなので、よろしくお願いします。生放送なんでね、メッセージを送ったりすると、アプリから簡単に送れたりするんで、メッセージとか送ると結構というかほぼ全部読むんで、番組で。それもちょっと楽しいかなと思いますね。参加型番組にしていきたいし、皆さんと。そしてフック掛けのコーナーに来ました。まあこれ辺に割とね、ガチャガチャのフィギュアとかもあるんだけど、ここのフック掛けがもしくはフィギュアコーナーのフック掛けの方にもあって、こっちは子供向けが多いかな。あとは缶バッジとかグッズ系って感じ。ちっちゃいフィギュアみたいな動物フィギュアとかはここにもあるんだけど、トレフィコーナーにもありますね。よくトレフィコーナーとか言うけど、トレフィはトレーディングフィギュアの略で、なんだろうな、ガチャガチャとか直眼の中身見えないやつとか、ああいうのトレーディングフィギュアって言うんですよね。こうダブったりしたら交換できるみたいな。ダブる可能性があるやつ。選べないというか、くじ感覚でゲットするちっちゃいサイズのフィギュアをトレーディングフィギュアって僕は呼んでます。まあ一応そういう意味だと思うんだけどね、トレーディングフィギュアは。で、略してトレフィー。そうそう、普通の短い方の、通常動画でも言ったんですけど、これ何これ何のやつか分からなかったんだよね。気になった。ドラゴンボール系かなとも思ったんだけど、なんて書いてあるの？サプライズって書いてあるの？そのようなこと書いてあるよね。ちょっと謎に包まれてましたね。織田信長のクッション。最近さ、信長のさ、めっちゃ頭ちっちゃくて体でかいフィギュアのガチャガチャ出てるんですよ。今日行ったとこはちょっとないんだけど、バンダイのオフィシャルショップだからバンダイじゃないんで、これやりてんだよね。今日 YouTube で取り上げてるチャンネルも結構あって気になってます。寝そべりちいかわ。これは8割だっけ？ちいかわはね、あんまり詳しくないですね。アニメ見てないからな。可愛いけどね。可愛いのはわかるよ、さすがに。で、これがね、ドラゴンボール。これ4個だから数進中かな？ ER 算数だもんね。ER 算数までしかわかんないです、僕は。でね、仮面ライダーコーナーに今度は来ましたね。この辺の箱に入ってるのが、あれです。100円コーナーの。キーアイテムとか結構トイプラネットさんはなんていうの、連動アイテムとかって書いてる場合もありますね。そう。ここから辺から見始めた方のために言うと、ここは群馬県、日本の群馬県っていうところにあるおもちゃのリサイクルショップ、トイプラネット伊勢崎店さんです。トイプラネットで調べると結構何個か、10はないぐらいだけど店舗数あるんで、その中の群馬県の伊勢崎店ですね。群馬県に結構多いんだけど、あと埼玉と、あと千葉に1店舗あるんだけど、ね、関西とかまだないからね、これから全国展開していくのかな。ハードオフとかみたいに。楽しみ。CM、テレビ CM とかもやるんかな。ね、そしたらぜひね、僕も参加したいですね。CM のイメージキャラクターとして。
フルボトル付き。これは DVD っていうかフルボトルがレアなのかな、ここについてる。フルボトル結構おもちゃ的に好きなんだよな。フルだけなんだけど、ただなんかゴーストアイコンとかフルボトルみたいに電池使わないキーアイテムより電池使って単体で音鳴るキーアイテムの方が最近は売れるらしいですね。例えばワンダーライドブックとかさ、あとロックシードもそうか、あとライドウォッチとか。まあでも今回はね、どうしてもトレカなんで、電池は使わないんですけど、トレカは今売れるからね。と言っても結構余ってるけどな、いろんなトレカ。人気なのって一部じゃん。ポケカだってさ、ポケカの中でも売れるパックと売れないパックってあるし、最近全然残ってるし。で、ワンピースカードもものによるし、特にユニオンアリーナとかなんてさ、ワンピースカードは割と売れてるか。ドラゴンボールカードもまだ売れてるよね。で、ユニオンアリーナは本当にものによる。僕が大好きな僕とロボコとかはすごい売れ残ってて、1パック80円とかで売ってるんだけど、ニケってやつがあったらしくて、なんかサインカードとか入ってるんだって。それとかはもう即売り切れみたいな。多分作ってる量が違うんだと思うんだけどね。全然買えなくて、めっちゃ転売されてとか。ね、僕とロボコは全然ね、なんか安いんですよね。ボックスも1000円ちょっとで買えたりするからね。っていうね。2号ベルト。最近の仮面ライダーが新仮面ライダーだね。これはエグゼイド。カラーリングが好き。ただあんまキャラクターがそんなに僕的にはまんなくて、ちゃんと見てないんだよね。ドライブのこの目が光るね、大きいフィギュアはね、すごいかっこいいですよ。いいおもちゃ。おもちゃとしていい。あとドライブのデザインに合ってるおもちゃ。ジオじゃそうはいかないじゃん。ジオぶっちゃけかっこ悪いし、普通に顔を見ちゃうとね、ドライブに比べたらね、それはなんとなく僕でもわかるよ。みんな、よく言われてることだけどね。これも多分もともとね、メイドインジャパンの金型なんじゃないかな。だけど、チャイナになんか直してある感がすごいもんね。日本で作ってた金型を使って、中国で作ったのかな。その方がね、安く作れたんだろうね。今はわからないけど。隆起。隆起。これも隆起。これプライズかな。なんかね、ポーズ固定だし。さあ、こっちの服掛けにまた来ましたよ。これね、最近、なんか今回めっちゃあった七福神たちですね。のストラップなのかな、キーホルダー、ストラップかな。めっちゃあるでしょ。なんでこの、どっから来たの、どっかの在庫品だったのかなみたいなね。全部に札つけて、まとめ売りとかじゃないんだっていう。トイプラネットさんに関してはまとめ売りがかなり少ないんですよね。ほぼない。なくもないんだけど、たまにあるんだけど、基本ね、バラで、どんなものでも1個100円以下にはなかなかならないみたいな。100円以下の商品ってなくて、100円コーナーが最安だったりするんだけど、トイプラネットで50円で買いましたとか、ほんとセールとかじゃないとないから。最近あんまセールもないんだけど、そういう50円になる。例えば、100円コーナーのものを10個で500円っていうセールが昔結構あったんですよ。この伊勢崎店さんとか。だけどもう最近はあんまないんですよね。こういうね、アニメグッズの缶バッジとかもね、普通に買うとバカにできない金額するからね、アフナッシー。普通に買うとバカにできない金額だし、物によってはすごいレアなやつとかあるじゃん。メルカリとかでなんかね、沖縄限定の銀玉のね、坂田銀時の缶バッジっていうのがあって、調べてもらえばわかるけど、なんか6万ぐらいで売れてます。ただの缶バッジだよ。なんでって感じじゃん。
アクリル系もねすごい多いよね。昔って結構アクリルスタンドって高いイメージあったけど、なんか東京リベンジャーズかなんかの大きいアクリルスタンドをセリアが100円ショップだから100円で売り出したんですよ。そこら辺からなんか価格崩壊しだした。アクリルだから高いわけじゃないんだってみんなが気づいたというか、なんとなくアクリルは高くて缶バッジとかは安いってイメージだったんだけど、ラバーとかね、缶バッジラバーアクリルのイメージだったかな、値段の順で言うと。でもまあラバーもアクリルも安く出せるんじゃんみたいなちょっとバレ始めましたね。クーナッツもねすごい出てますからね。ドラえもんとかディズニーとか、ミニオンズとかもあったね。ミニオンズも一時すごい出てたよな。皆さんもなんか気になることとかね、なんかあったらぜひね、どんどんコメント欄とかにコメントしていただけると嬉しいですし、実際助かりますし、よろしくお願いします。ちょっと古めのウルトラソフビが結構ありましたね、今回。この80とユリアンはね、すごい見た目良かったから、ジャパン製とかじゃないし、ジャパン製じゃ足裏にキングザウルスの金型があるわけじゃないんだけど、普通にコレクションとか遊ぶ用ではいいかなと思いますね。味がある造形っていうやつ。最近のこういうかっこいいのもいいけどね、昔のこのレトロな感じっていうか、それの味が好きだよっていう人も結構多いと思うんでね。レトロ好きっているもんね。あとなんか最近だと平成レトロ好きみたいなのも目立ってきましたね。僕は割と平成レトロ好きなんだけどね。平成を生きてきたからかな。むしろ平成しか生きてないっていう昭和は生きたことないし、令和はまだ短めだしみたいな。五条悟いないかなでも鬼滅多いね、すごいね、売れたんだろうね。最近でもね、結構ね、ヒロアカも安く売られてるの見るんですよね。ヒロアカ最近何でも安く手に入るから、嬉しいような悲しいようなっていう、そうね、なんか複雑な感じです。さあ、スーパー戦隊コーナーに戻ってきました。こっちの方はね、武器と変身アイテムですね。反対側が、ロボットとかのコーナーになるんだけど、戦隊といえばロボットと変身アイテムかな。でも武器もあるかなって感じなんだけど、戦隊であんまね、ベルトはね、あんま押してないよね。売ってはいるけどね。やっぱ今、ゼンカイジャーの武器とか安いんだ。これね、みんなで押さえて、ドーンって撃つやつでしょ。ロボットにもなった気がするんだけど、違ったっけ？風来丸。ハリケンジャーのね、なんていうのか、追加戦士でもないけど、ロボットの喋るやつみたいな。で、この辺パーツ類ですね。パーツ類だけでも売ってるっていうのは面白いですよね。普通のリサイクルショップとかだとさ、パーツ類だけあっても捨てちゃう可能性あるけど、こうやってちゃんと売ってくれてるの助かります。これね、恐竜ジャーのやつみたいですね。なんか、これ何のあれか教えてってね、何のパーツか教えてってショート動画であげたら、めちゃめちゃみんな教えてくれました。僕はわかるなって感じなんだけど。知ってればわかるのかな。僕、恐竜じゃそんな詳しくないからわかんなかったんだけどね。10レンジャー列車。10レンジャー。的なね。こっちはジャッカー電撃隊だね。そして五星ヘッドとかね。これもね、ショート動画でレアなんじゃないかってあげたらね、レアじゃないというコメントは結構厳しめのコメントも多かったですね、これは。ただのなんか強化アイテムに使うやつだよ、みたいな言いましたね、コメント。ありがとうございます。コメントありがとうございます。コメントね、ないと困るんですよ、逆に。コメントあった方が助かるって感じ。そう、動画のね、なんかおすすめに乗る率が変わるらしいんですよね。よろしくお願いします。結構充電池もまだまだ多いね。1個100円で売ってるから欲しいやつだけこう買えるっていうのがいいかなと思いますね。いつ行ってもこの量あるし。さあ、ということでね、今回もね、総集編ということでお届けしておりますね。
これルパパトかな。でこれもねロボの、パーツっていうよりもなんかロボって5体合体とかするじゃん。その1体1体で売ってるっていう感じです。だから他の中古店とかリサイクルショップとかでこのパーツだけ欠品みたいな時はトイプラネットに来てそのパーツだけ探すっていうやり方もできますね。ドンブラザーズのロボってさパッケージすごいよね、迫力が。キラメージャーも今ちょっと買いやすいかな、時期的にね。ゼンカイジャーのショーケースは割と新しめのとかあったりします。珍しいレトロなやつも入ってたりプレ版のも入ってるんだけど、やっぱ最新もあるよっていう。こっちはねウルトラマンソフビコーナーとかウルトラマンコーナーですね。色ごとに分かれてるってなんか探しやすいし見栄えもいいよね。で棚の側面にソフビたちで、こっちにもいましてマジランプだっけな。マジレンジャーもね追加戦士出てきてからもう面白いからね。でもマジレンジャーってなんかマザーとかファザーとかいるよね確か。ファザーは違うか。ペコちゃん人形。ペコちゃん人形ってコレクターどんだけいるんだろうね。なんか最近そんなになんか需要がないようなイメージがあるんだけど。食べっ子動物とかね。ちいかわだ。パンにちいかわの焼き目がつくっていうね、かわいいやつだね。モーグリスピーカー。ファイナルファンタジーかな。でね、これ昔ね、僕ね、このシリーズ、これポケモンなんだけど、北斗の拳かなんかを英語を習ってた外国人の先生にもらったことありますね。貯金箱になるんだよね。こんなところにミュウツーが。ポケモンコーナーっていうのは別でちゃんとあるんですけど、ポケモンもだいぶ落ち着いてきたかなって感じ。一時バブルでさ、ポケモンカードだけじゃなくて、なんかぬいぐるみとかまで値上がりましたよね。昔はトイプラネットでも100円のぬいぐるみコーナーに割と大きめのポケモンセンターのぬいぐるみとかちょこちょこあったんですよ。よく買ってたんだけど昔。最近は全くないね、それは。どのお店に行ってもポケモンセンターとか、ポケモンっていうだけで結構高くつけるとこ多いもんね。こっちちょっとディズニー系が増えてきましたね。アラジン。隣にトイストーリーもあるな。これはトイストーリー壁掛け時計だよね。今度トイストーリー5があるとかね言ってますよね。楽しみ。ではね、続いてくれるのは嬉しいですね。たとえなんかそれがなんかダ作でも全然構わないです。ないよりはいいって感じ。隅っこ暮らし。ハンガー。一番くじの外れ賞もね、本当はいろんな考えてんだろうね。ナイトメアビッグハウクリスマスもあったね。一番くじの外れ賞。最近ね、ラワーのなんかフィギュアみたいなのね、出てますよね。ラプンツェルだね。で、最終的にはハンガーとかね。最初はハンカチとか、コップとかあった、お皿とかね、だったんだけど、なんか、お皿とかコップはちょっとね、評判悪かったのかな。アクリルスタンドとかはいいけど、ラバー系は結構好きだけどね。あとなんか最近は色紙とか多いですね。ボードみたいなやつとか。いやー、置き場に困るよね、あれは。1個とか2個ならいいんだけど、本当にね、みんななんか10枚とか20枚とかに入っちゃうじゃん。何回もくじ引けば。ラスト1まで買うとかするとね。そうするとねって感じで、中古屋さんにこういうね、リサイクルショップとかにみんな売りに来て、めっちゃ安くなるっていう。だから安くなったのをちょこちょこつまんで買うだけだったら超いいと思いますよ。変にガチャガチャ回すより良かったりすると思う。これは隅っこ暮らしか。ここら辺のぬいぐるみコーナーいいですね。ちっちゃめのぬいぐるみなんだけど、全部1個100円なんで。
お野菜妖精さんかな。あ、群馬ちゃんね。ここね、トイプラネット伊勢崎店っていう群馬県の店舗なんで、のリサイクルショップなんでね。群馬ちゃんとか、あと近くのふっかちゃんとかよく見かけます。ここにも群馬ちゃんいますね。駅とかで売ってるからね、出回ってる数が多いよね。そりゃね、この地域は。逆に関西とか行ったらなかなか見かけないだろうし。逆にみんなが全国にお土産買って持って帰るからね、地方の方があるのかな。遠いとこの方が。逆に。コナンね。スパイファミリー。これドラえもん出てくる。空のユートピアっていうちょっと不気味な映画がさ、去年かなあったんですけど、それに出てくるキャラクターですね。割と明るいキャラだったな。今回のね、新しいドラえもんの映画も、今回音楽がテーマということで、ね、今映画館で結構まだやってるけど、早く見たいけど、あと1年だな、まだ。アマプラに出るまで。ミスターインクレディブル的な。違う、インクレディブルファミリーか、多分。この辺のぬいぐるみコーナー楽しいんですよね。ぶっちゃけ戦隊ライダーウルトラマンとかは大体値段がこう決まってる感あるから、掘り出し物っていうのはなかなかね、見つけにくい。あるんだけど、その戦隊ライダーウルトラマンコーナーだと厳しいかなっていうところあるんで、ないことはないんだけどね。こういうね、100円コーナーとかの方が、おっていうのに出会えたりするんですよ。意外性があるというか。だから、こっち結構僕は撮影とかじゃないとこっちメインに見ますよ。基本的に。ライダー玩具とかで激安っていうのはこういうやっぱちょっとね、専門のお店だとなかなかなかったりするんで。こういうね、未開封のガチャガチャとかね。今のはカービィのリングで、メタル、敵キャラだっけ違うな。メタル系のやつのでしたね。メタルナイトだっけ違うな。なんだっけな。スタフィッドアニマル。ぬいぐるみの動物って意味かな。さあ、そして今度はね、ドラゴンボールのフィギュアコーナーに来ました。今回総集編なんでね、どんどん動画がつながっております。はい。いつも一本一本分けていたんだけど、ちょっとこういうのも試みしてみようかなと思いまして。これが、孫悟飯だね。で、これベジータ戦の悟空かな。もう上裸だわ。で、その時のベジータ VS 孫悟空でしょ。これはもうね、スーパーサイヤ人4とかなのかな。これランチさんのQポスとか、これが17号かな。17号もメンズなのにね、Qポスになってるっていうね。で、ブロリーやっぱこのフィギュア結構出回ってますよね。結構見ますね。今日行ったフリマにもいました。で、5点ね、5点クスか。孫じゃない、5点クス。孫5点と、トランクスね。のフュージョンだから。他にもね、この辺だとヒロアカとか鬼滅とか呪術廻戦とかあって、英雄雄三、ウルトラマンリブットだね。最近再注目されてるウルトラマンですよね。海外では昔からいるみたいだけど。かわいい。バース。こっちもバース。キューポスやっぱり今ね、すごい安くなってるから、UFO キャッチャーとか、売っててもなかなか高い値段じゃ買わないし、UFO キャッチャーでも買った方が結局安くないみたいな。しかも取って、じゃあ買い取りに出していくらになるだろうと思ったら、こんな安いのってなっちゃうし、で、中古屋さんとか行っても、買った方がよかったとかになっちゃうんだよね。ジェリー。これは可愛いな。あと間違えて食べないように。で、ワンパンマンの竜巻と後ろはね、ヒロアカのミルコですね。プロヒーロー、ミルコ。
これベジータだけどもう青いんだよな、髪が。強いんかもしれないけどもうここら辺見てないから分かんないよ。こっちキューポスで、こっちの方に来るとね、トレーディングフィギュアとかね、ちっちゃめのフィギュア多いですね。このコーナーもかなりお宝探せると思うんだけど、100円コーナーかこのトレーディングフィギュアのコーナーが割とね、こうなんていうのかな、お店側も相場を調べづらいから、本当にこうっていうお買い得品があるんですよね。個人的おすすめはここか、まあ、100円コーナー、そして特価品コーナーとかも、まあおすすめかな。まあね、なんだろう、なんかただ安いだけっていうか、相場より安く買いたいっていうだけだったら、ぬいぐるみコーナーとかも割と安い時あるんだけど、やっぱり100円コーナーがこのトレーフィコーナーがこのお宝ハントっていう意味では楽しいかな。まあ欲しいものがあればね、買えるしっていう。ただなんか、これ絶対買うぞって言っていくとなかなか難しいけどね。まあ、僕とかヒロアカ好きなんで、最近ヒロアカがね、もうなんていうの、値段がもう相場が下がってるから、すごいね、個人的に嬉しいような悲しいようなっていう状態なんですけど。まあ今度新しいアニメもあるし、ね、アメリカから来るヒーローとかの、ね、今度一番くじも A 賞確かそのヒーローだよね。だから、ヒロアカも、まあ、再ブレイクするのかなどうかってところだね。まあ、今も人気なくなってはないんだろうけど、数出過ぎて安くなったパターンかな。ベジータ。ヒロアカもね、まだまだね、続いてほしいけどね。なんか終わりそうで怖い。ドラゴンボールみたいにもう無理やりでもどんどんなんか話増やしてほしい。謎のモンスター。こういう謎に出会えるのも楽しいです。謎じゃないんだろうけど。フリーザ。HG シリーズ的なやつかな。最近 HG シリーズってもう500円ぐらいが相場っていうか、ガシャがポンで出る価格の定番ですよね。ピッコロ。今だいたい200円ガチャとかで出てるようなフィギュアとかって、昔でいう飲み物のおまけぐらいのレベルだったりするから。ね、で、300円ぐらいからはまあまあいいんだけど、で、400円になると結構いいフィギュアになって、500円もまあ結構いいんだけど、でも、もう500円多すぎみたいな。昔はさ、よっぽどいいやつっていうか特別なやつだけ500円だったはずなのに、なんかもう当たり前に500円みたいな。で、君なんかもともと300円ぐらいじゃなかったっていうのも500円になるしね。まあガチャはね、被るときついからね、500円で。ネット。何これ？こういうね、謎ですよ。こういう謎に出会えるのが楽しいです。はい。爆眼ね。爆眼今結構手に入りやすいんじゃないかな、中古屋さんで。だいぶ投げ売りも終わって、みんないらなくなったやつはリサイクルショップに売ってるかもしれないんでね。金消し。緑色はあんま人気ないのかな。やっぱ金消しといえば肌色らしいですね。一番人気は。あとフルカラーとかもあるけどね。神様ね。これボトルキャップっぽいけど、さすがに飲み物のおまけじゃないよね。このクオリティは。ミスターポーポ。飲み物のおまけじゃないと思うんだけどな。ピラフ1にね。これはさすがに飲み物のおまけじゃないよね。昔とはいえ。ただ昔すごいなんか出来よかった。なんかさ、発売したってのははじめっていう名前のお茶があった時期あるんですよ。それを売り出す時におまけついてたんだけど、なんか古い日本の民家のミニチュアみたいなのがついてたんだけど、超すごかったよ。今あれガチャで出すと400円はするね。もっとするから、今500円ぐらいするかもしれない。ぐらいできなんかミニチュアというかプチジオラマみたいなのがついてきたりしててさ。普通に家で遊んでたおもちゃのなんか半分ぐらい飲み物のおまけじゃんみたいな時とかあったよ。牛のフィギュアとか。すごいんだから。あと、スターウォーズのボトルキャップとか超いいじゃん。今でももう、
通の飲み物って基本おまけついてなくて、なんか健康的な高い方のペットボトル、ヘルシーな、なんか体にいいよみたいな飲み物、でも高いみたいなのにたまになんか変なのがついてるか、あと牛乳で割るコーヒー、それも1本ね、2、300円するやつなんだけど、そういうのにはついてるみたいな。高いペットボトルにはついてる。あと缶コーヒーにも最近あんまついてるイメージないんだよな。ついてても、なんだろう、普通にキャップの方のコーヒーにたまについたり、あとコンビニ限定とか、あとコンビニとかでそういうおまけ的なので言うと、なんか対象の商品をなんか規定の個数買うと、3個とか買うとおまけ1個プレゼントみたいな。クリアファイルとか、なんか今流行ってるアイドルのグッズとか、なんかアニメとかのグッズとか。でもクリアファイルとか多いしな、ちょっとしたメタルチャームみたいなやつとか、キーホルダーみたいな。やっぱちょっとね、そそられないっていうかね。まあでもたまにカードプレゼントとかもあるけどね。遊戯王カードプレゼントとか、プッチョとかで。まあそういうのもいいけどね。まあ、飲み物にこうおまけがついてる、あれ楽しかったよね。そういうのね、名残が結構こういうトレーニングフィギュアコーナーにもあります。まあでも100円とかで売ってることが多いかな。でも100円だからね、当時だったら飲み物さ、100円ぐらいで飲み物買っておまけもついてるみたいな感じだったからさ。あ、そうそう、トイプラネット伊勢崎店さね、営業時間がね、朝10時から夜8時までに変更になりまして、今までは夜10時までやってたんだけど、8時までに変更になったので、そこのところよろしくお願いします。ということで。さあ、こっちの方に来るとね、今度ね、ポケモンコーナーなんですよね。なんかポケモンコーナーだけね、緑のこの、なんかデコレーションされてるっていう。ぬいぐるみコーナーもあったっけな。ポケモンね、もうほんといろんなぬいぐるみ出てるからね、楽しいですよ。クワス。これなんか9時の景品っぽいな。袋に入ってるから。なんか袋、ちょっとなんか白がかかってるような袋に入ってるぬいぐるみってなんか9時のラストワン賞とか A 賞とかの可能性が高いですよね。なんとなくポケセンのぬいぐるみとさ、なんか市販のぬいぐるみと、あと UFO キャッチャーの景品のぬいぐるみってなんか見分けつきますよね。これとかはポケセンと市販は見分けつけるの難しいかもしれない。タグで見ないと分かんないけど、タグ見れば全部分かるんだけど、パッと見でね、例えばこのホゲータとかポケセンっぽくなくない？で、このエレキッドもポケセンっぽくないし、UFO キャッチャーっぽくて、これとかポケセンかなだよね。タグ見れば分かるんだよ。逆にタグ見ないと分かんないな、この映像だとさすがに。質感とかだから違いが。映像だと分かりにくいかもしれないですね。驚いてるピカチュウ。プライズっぽい。なんだろうね。毛の長さかな。でも最近のUFOキャッチャーの景品って結構毛が長かったり、質感もすごい良かったり、触り心地ももちもちしてたりするから、結構見分けづらくなってると思うけど、もうこれとか確実にポケセンでしょ。か市販品とか。タグが長いからポケセンかな。ね、もう最近のポケモンですよ。多分電気タイプって普通の動画の方でも言ったけどね、同じコメントしてるっていう。ピッピだ。ガーディとかもいる。ピッ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 ってなんかね、月の昔ピッピって結構なんか貴重なポケモンみたいに言われてたよね。ルギア、爆誕。最初ルギアってなんかさ、X って言われてなかったっけ？予告とかで。で、後でルギアって判明するみたいなね。ルギアかっこいいよな。ルギア当時すごいかっこいいと思ってた。あと鳳凰は神々しいし。で、エンテイ、スイ君、ライコがかっこよくて、特にスイ君かっこよかった、僕的には。でも映画でエンテイ好きになったけどね。ただエンテイってエンテイであってエンテイでないんだよね。なんていうのかな。作り出したお父さん×エンテイの、しかもポケモンじゃないし、もうあれ。ただのなんかアンノーンが作り出したその偶像というか、幻みたいな。だからなんかエンテイじゃないんだよね。難しいところですね。エンテイあんな強くないんだよね、しかも。強いけどそんなでもないよね。ポケモンフィットね。このシリーズいいですよね。いろんな種類のポケモン。めちゃめちゃ種類出てるよね。最近のポケモンフィットって。質感もいいしね。これアンノーン。エンテイの映画の、一番の問題児ですね。はい。アンノーンのせいで、起きた事件です。悪者でもないんだけど、アンノーンが悪い、結局。アンノーン。
ピカチュウのスマホ立てで、こっちジブリ系ですね。そして100円コーナーにまた戻ってきました。キティちゃん、水平さんのキティちゃんかな。スマホケースとかもあるんだね。缶ケースゴースト、なんか日本のっぽくないんだよな、今のしんちゃん。でも今って結構海外おもちゃとかも輸入とかなんかそういう通販サイトとかで結構ね日本に入ってくるから、そうリサイクルショップとかでもまあ見ますよね。あれこれなんかタグが韓国語じゃんみたいなやつとかね。リザードンのシール、多分ウエハースのやつだと思うけど、まあリザードンが出たらテンション上がるよね。誰よりも当たりだと思う。まああとは伝説もあるけど、まあ、リザードンは基本当たりだからね。ポケモンカードの最初の当たりってリザードンだもんね。まあ、今それすげえ高いんだけど。で、フック掛けのコーナーはね、100円コーナーじゃなくなったんですよ。昔は結構この辺も100円だったんだけど、それで今は198円になりましたね。まあ多分たまにね、セールで2個100円、2個で198円か。のセールやってくれるんで、まあ昔より安くなったとも言えるんだけど、最近セールもなかったからね。でもっと昔になると100円コーナーが2個、10個で500円みたいなセールやってたんですよ。そう、僕もトイプラ知ったばっかの頃とか結構そのセールが定期的にあったんで、よく行って爆買いしてましたね。今思えばちょっと買いすぎてた。もうとりあえず買っちゃえみたいな買い方してたからね。今反省の日々を送っております。そしてこっちがぬいぐるみコーナーで、ぬいぐるみコーナーもやっぱりこの草がこうまとってるね。甲子園球場、もう昔の甲子園球場みたいに。草というかツタっていうのかな。プーさんが逆さまになってる。これなんだろう。なんか海外ブランドなのかな。ぬいぐるみって結構いろんなところで売っててさ、なんか意外とさ、ちょっとした洋服屋さん、イオンモールとかに入ってる洋服屋さんみたいなところの中にもぬいぐるみって売ってるんだよね、オリジナルの。そういうのがね、結構可愛くて欲しくなっちゃうんで、いつも。まあ値段高かったりするんだけど、多分セールとかで結構半額とかなってて、下手したらなんかそういう系って結構8割引きとかになったりするんだよね。そう、まあぬいぐるみはあんまならないけど、例えばなんかコラボグッズみたいなやつとか結構安くなるんですよ。なんかお菓子メーカーとコラボしたエコバッグとか8割引きとかなってましたよ。カービィとかね、最近ディズニーって100周年何から100周年か忘れたけど、とにかく100周年のディズニー100みたいな結構グッズ出てますね。まあ100周年のこのグッズは今年しか買えないってことなのかな。できるだけもう作ろうってことで大量に出てると思います。僕も100周年のロッチョかなんか前 UFO キャッチャーで撮った気がする。戸越銀座の戸越銀次郎、まあ戸越銀座か知らないけどねそうかなと勝手に思ってる。でドンキのね、ドンペンの彼女かな、ドンコちゃん。これはあれだ、アラジンのさブースっていうかゾーンあるじゃん、ディズニーシーの。で1回500円でゲームやられるんですよね。それで当たれば今のぬいぐるみチップとデールの、どっちかのぬいぐるみゲットできて、外れるとピンバッジみたいな、ピンバッジかそうだねっていうゲームがあるんですよね。ちょっと顔が大きいチップとかデールとかになるんだよね。確かチップとデールでしかもどっちか片方がもらえるんだけど、あれってなんかずっと昔からチップとデールだった気がするんだけど、なんか変わったりしないのかな。定期的になんかキャラ変わったりとかコスチューム変わったりしないのかな。どうなんだろうね。僕も昔なんか持ってた気がする。それはリサイクルショップで買ったんだけど、ゲームは1回やったことあるんだけど失敗してピンバッジでした。はい。ちなみにそのピンバッジも僕めっちゃ持ってるんですよ。大量のを前買ったことあって、まとめて50円で買ったんだけどさあ、そしてこっちは一番くじの外れのコップとかいっぱいあります。はい。ここら辺のブリスターに入ってるやつとかは外れでもないけど、くじの値段が今1回が高いからね、外れってなっちゃうんかな。ハンカチとかね。
400円ぐらいかなって今の感じからすると本当はね。でも1回800円ぐらいくじするからね。てな感じで、はい、今回はおもちゃのリサイクルショップトイプラネット伊勢崎店さんの、お買い物動画いつもねコーナーごとにこう出してるんですけど、今回はもうまとめて全部やってみました。いかがだったでしょうか。一応ねプレミア公開の時なんつうんだっけ、ライブ配信みたいな感じでみんなが同時視聴できる公開の仕方あるじゃないですか。多分それ設定してやってると思うんで、はい、楽しんでいただけたかなっていう方はね、高評価ボタンとかね、押していただけると嬉しいですし、あとチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとコメントも、どんどんしてってください。全部動画ね。あとね、いつも動画なんかね、ショート以外は説明欄にリンク貼ってるんで、よかったらそこからお買い物もよろしくお願いします。ではまた次回、バイバイ。